あれはまだ私が小さかった頃、かけっこで怪我しちゃった時のこと。しばらくは安静、絶対に動いちゃダメって言われて、ずーっとベッドで眠ってた。その眠りの中で、ここどこ？水の中。川を泳いでて溺れちゃったのかな。もしかしてこのまま溺れちゃうの？浮き上がれないまま川の底に。リッキーよ。あなたは？アンラッキーに怯えるのではなく、ラッキーになる方法を学ぶのだ。よいな。ラッキーについて学ぶのだぞ。龍神様。そう、あの日から私は風水に目覚め、心からハマった。そして今、たわけ、却下だ却下。そう言わず考えてみて、エアグルーヴさん。私たちウマ娘みんなが強く幸せになるには、やっぱり風水をカリキュラムに取り入れるしかないんだから。リッキー、ラッキー、みんなでハッピー。いらんいらん。我々に必要なのは学習と修練でオカルトではない。出ていけ。ちょっと、どうして分かってくれないのかな。風水はオカルトじゃない。全然いかがわしくなんかないのに。あ、そこの君、もしかしてトレーナーだよね。どう？私と一緒に風水やってみない？興味あるよね。きっとラッキーが足りてないはず。さあ、私と来て来て。初歩的なことからバッチリ教えてあげる。ほら、よくついてるとかついてないとか言うじゃない。良くないことが起きるとつい運のせいにしちゃったり。でもあれって実は運が悪いんじゃない。方位の吉凶や五行の相国を理解せず対処してないだけなんだよね。例えば、部屋の模様替えをすると空気まで澄んだような気になるでしょ。その理由は家具の配置を変えたことで、睡眠中に心を圧迫する横領圧中や散財につながる老在宅を防いだからなの。たとえ無意識にしろね。どう？すごいでしょ。私の話を聞いてもっと学んでみたい、広めてみたいって思ったでしょ。こんなに丁寧に説明したのに？まだ分かりにくかった？どうにか風水の魅力をズバッと伝えるには。あ、ちょっと、どこ行くの？明日の選抜レース絶対見に来て。そこで風水の力見せてあげる。こうなったら実践あるのみ。やっぱり見に来てくれた。関心ないふりしてたけど、本当は風水に興味持ってくれたんだよね。私の出るレースはもう少し後。それまであったかいウーロン茶でも飲んで心を静めておいて。風水に基づく私の走りを見たら、もう心臓ドッキンドッキン。どうなっても知らないんだから。ちょっと待って。このトレーニング場の力場、
雰囲気が少し変。もしかして気の流れが変わった？動いたのは目に見える乱闘？それとも目に見えない力？とにかく次のレース何かが起こりそう。このままじゃ良くないかも。気のせいじゃない。出走する子たちの様子も少しおかしいし、原因はどこ？一体何が？